ございます。庄島よし、浜井と。おはようございます。松岡さんです。お願いします。お願いします。いや、4回目ですかね、もう松岡さんのサハラ砂漠。そうやね。そんな感じです。はい。で、今日松岡さんのさばきを見た後に、松岡さんから白子いただいて、サハラの玉で酒を作ろうと思ってます。白子酒っていうんですけど、実際にあるそうで。で、まずサハラを取ってきた映像がありますので、そちらをどうぞ。はい、それではエンジンをかけて捕獲シーンを見ていきたいと思います。エンジンかけて南下して、バックしていきます。基本的に今回の動画は GoPro 口に加えて主観でやっていきましょう。はい、それじゃあ港の外に出て船にブレッジって言います。この船のね部屋のことをブレッジって言います。ブリッジだったかな、ブリッジは橋か違うな。それじゃあ馬力を上げて、船を進めて走っていきましょう。ポイントへ向かっていきます。この日は少しだけ風が吹いていました。で、大体ですね、1時間ぐらいかけてポイントに向かっていきたいと思います。で、ポイントに到着して、ちょっとの待ち時間ですね、海苔をむさぼり食って食べております。気持ち悪いですね。こうやって遊んだりします。はい、じゃあ網をやる時間がやってきたようなので、網入れをしていきます。エンジンかけて南下してポイントにやっていきます。基本的にね、流し差し網は南から北にみんな一斉にやっていくっていうのがルールです。手袋を履いて、ライフジャケットを装着、ライフジャケット、あなたの命を守る、人生を守るジャケットですね。人生ジャケットですね。で、油圧のスイッチを入れてレバーを上げてこのバタクリを回転させます。あれを回転さすことによって網がこう出ていくわけですね。あれがなかったら網が本体の方に逆巻きしちゃって、やりにくい状態となります。昔はなかったそうなんですけどね、おじいさんの時代とかは。おじいさんの時代とか網をくるにも手で食ってたらしいので、かなりね大変だったと思います。で、等間隔にこの丼をつけることで網が浮く。そして潮の流れに流すから流し差し網ですね。この言い回しめちゃくちゃうまいですね。噛むこともありません。こんな感じでやっていって、青の網がもう最後なので、最後になって残りも少なくなりました。だいたい30分ぐらいかけて網入れは終了と思ったら、危ないですね。網がね最後の方よく逆巻きするんですよ。で、逆巻きって何かっていうと、結局ついていってね、下に巻かれちゃうんですね。だから網が破れるので急いでブレーキを止めて、で、網をこう破れないようにして、で、船も急いでバックさせます。ここで慌てると本当に危ない。で、なんとか外せたので、残りの少しの網もやっていきます。いや、本当ヒヤヒヤするね、最後は。どうしても最後だけやっぱ逆巻きしがちなので、本当そこだけ注意してやっていきましょう。皆さんもやる機会があったらね、最後は逆巻きするんだぞということを覚えておいてください。で、赤の丼、北側は赤の丼、赤の灯台をつけるっていうのが一応ルールです。それはですね、底引き網の人が分かるようにですね、どっちが南、どっちが北っていう感じで分かるようにやっていきます。拍手で、こんな感じで網がまっすぐやれております。じゃあ、時間待ちましょう。なんか気持ち悪いですね。自撮りしております。で、頭の傷はですね、酔った時に階段から落ちて出血しました。28にもなって何やってんだって話ですね。それじゃあ時間がやってきたので、網繰りを開始していきましょう。青い灯台を上げて、で、それをかけます。外してかけて、あそこにかけて、この灯台って上向いてると火がつくんですよ。で、斜め下にするとスイッチが外れてこう火がつかなくなる。だから電池持ちがいいんですね。で、カッチャンって言って、網が船のペラ、スクリューの方に行かないようにするためのやつを入れて、で、電気じゃないな、これは水中ポンプとか、水ですね、流水位抜きするための水をつけます。で、エンジンの回転数を1000回転ぐらいまで上げて、油圧のスイッチを入れてレバーを上げてネットローラーを回していきましょう。さあ、そういうわけで網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。はい、じゃあ網がこの勇敢っていうですね、ガイドとかも言うんですけど、左右に動かしながら網を巻いていきます。そういうことでバランスよく巻けると。さあ、序盤からあまり魚が来る様子はありません。最初にやるときにやった灯台をですね、全部外してかけていこうと思ったら1匹目やってきました。スズキですね。なんか知らないけど、今年のね、4月5月6月のスズキめちゃくちゃ超えてて、腹咲くともう内臓脂肪パンパンです。どれも。で、こんな感じで GoPro つけて撮影しております。で、もう一個のカメラはですね、 GoPro にアタッチメントがついてて、こうガチッと挟むみたいなやつがついてるんですよ。それでやってます。で、サーラが来たので、サーラのエラと尻尾を締めて
同じように、いつもと一緒なんですけどね、もう4年目3年目にもなって皆さんご存知かと思いますが、流水で血を抜くことによって血がよく抜けるということで血を抜いていきましょう。本当にね、普通に締めてそのまま氷水に入れるのとじゃ全然ね、あれが違うんですよ。サーラの血の抜け具合、さばいた時に出る血の量、あれがね、ほんと全然違う。松岡さんもほんま全然違うっていつもね言ってくれてありがたいですね。では自分の自信につながるといったわけです。さあ次は上アングルから見ていきましょう。上アングルから撮影して、せっかく上アングル撮ってたのにどこ行ったんでしょうね。でタイがやってきました。天然マダイですね。ただ今のマダイは正直ですね、卵も産卵終わって痩せてるものが多いので、個体によっては超えてるものもあるんですけど、あれですね。でこうやってしっかり水洗いしながらやっていきます。網はきれい方がですね、サーラとか魚のかかりがいいので、しっかりね網を洗うようにしていますけども、めんどくさい時はもう洗わないです。でスズキは生かしていきます。でこうやって中まで入ってしまったやつは網はもったいないんですけど、網を切っていきます。外しちゃうとですね、サーラの身ってすごい柔らかいので網ですぐ傷んじゃうので、そうやっております。こんだけねでっかい網ですから、一目弾いたところでそんなねあれはありません、大差は。でタイがね、この日めちゃくちゃでかいタイが来てて、これぐらいのサイズのタイが3匹ぐらいはねこの日来ましたね。でこうやって持ってって言ってタイを比べてみます。こんな感じです。だいたい 3,4 キロぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいのサイズのタイでした。でこちらのタイも生かしておきます。で空気抜きって言って、お腹の中にこの水圧の関係で空気がたまるので、それ抜いとかないと魚が泳げないので、それを抜いてあげます。抜いてあげた方が息がいいよって感じですね。別に抜いてあげなくても死ぬことはないです。人間のオスと一緒ですね。抜いてあげなくても死ぬことはない抜いてあげた方がいいですね。でまた帰ってきたらサーラがいましたよと。でサーラが溜まったら氷水の方にこんな感じで入れていきます。しっかりね血が抜けたのを確認してから入れていきますね。で水の外にあるやつはまだ水の中につけてないので、これを先に入れて蓋を閉めてからあれをまた水の中に戻すと、そういう感じでやっていきます。でその後もタイやスズキがやってきたりと、していますね。喋ることがなくなってきましたね。アングルを変えて見ていきましょう。タイがやってきました。タイじゃないですね、サーラですね。サーラにタイに変わったものが来てほしいですね。変わったもの来ました。ここでハマチですね。ハマチはねツルツルしてほんとつかみにくい。ただ脂の乗りはね、ここらで瀬戸内海で取れるハマチって脂の乗りが少ないので、僕的には寝かして食べるよりはもう最初のねグリグリ感、締めてすぐ食べる1日ぐらいで食べるグリグリ感を味わってほしい。だからユッケとかね漬けとかにして食べるのがおすすめ。そうするとすごい美味しく食べれます。普通に刺身で食うとちょっと物足りないかなって僕は思いますね。ハマチハウマッチって感じなんですけど、安いです。理由は前日した通りですね。安いんですけどハマチがめちゃくちゃ来てます。外す手間っていうのは本当そんな変わらないし、むしろ締めるのが大変なので、できれば、商売の観点から言うとサーラがいっぱい来てほしいですね。ご存知じゃないな、言った通りサーラが来ました。でまた新顔ですね。こちらヒラっていうお魚です。岡山県では結構有名。ただこれ魚めちゃくちゃうまいから、皆さんもしね秋とかの美味しい時期に見かけたらぜひ買ってみてください。糸切りって言って糸作りとかっても言うんですけど、細く切ってねしそ生姜とかと合わせるとめちゃくちゃ美味しい。ご飯とね。で細く切って塩焼きとかにしても美味しい。骨がねごっついから細く切らんと食べれないんですよ、喉が痛くて。でまた新顔、こちらニベですね。ニベ金色っぽい魚です。で中から飛び出てるものが、空気袋かな内臓かな、どっちなんだろう。僕いつも胃袋って言ってたけど空気袋かもしれないですね。あれが飛び出てます。なんでかというとあれもまた水圧の関係ですね。深いところから上に上がるので、その中から内容物が出ちゃう。で網繰りが終了して赤灯台も上にかけて、で最後にこうやって網を巻き終えて、でこちらは洗ってたやつですね。網を洗ってたエンジンポンプを止めて水が止まりました。でゴミ袋あったと思うんですけど、あれは船の上で飲んだゴミとか、あと海にかかってきたゴミをあそこに入れております。で残りのサーラも入れて、大方、こちらの冷クーラーボックス8分目になりましたね。8分目になるとだいたい40匹ぐらい入ってます。だから最近の量で言えばかなって感じです。多い時はね150とか全然取れるんですけど、それじゃあ帰りましょう。はい。でお家に帰ってきて、その間にね太田くんがサーラ出しててくれたので、それを箱に詰めて
箱に立てるっていうんですけど、箱に立てて運んで軽トラの方に積んでいくという仕事を最後にやります。木村さんの方に持っていかないと計量しなくていいのでね、それは楽です。こんな感じですかね。はい、じゃあ松岡さんの加工場に到着したので、魚をおろしていきましょごっついやん。う。いや、なんか知らんけどずっとおらんかったのに塩が良くなったからか。おお、取れるのがええわ。はい、じゃあ加工場に運んでいきます。922テスト勉強せんとこんな勝負で怒られるだけ。967。はい、というわけで翌日になりました。結局僕は寝てません。朝の5時半です。ごっついね。いや、寝れなかった。なんか携帯見よったら寝れん時があるじゃないですか。とりあえず早速さばいていきましょう。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。もう早速されてますね。お願いします。数が多いんじゃない今日。数が120。そうそう。親父が80、僕が40で。ちょっと早くせんかったら終わらんかなと思って。朝の5時半から。はい。めっちゃ出たよ。俺も思った。写真表で。はい、じゃあ半分頭と中身を出したところで松岡さんのさばきを見せていただきましょ今年はまだ慣れてないんで。う。いやいやいや、そんなやついつもめちゃくちゃ早いからじゃあ行きまーす。オッケー。オッケーじゃない。OK です。もう無駄がないもんね。完璧。さすがです。オッケー。皆さんこれタイの方がねやっぱり早くは見えるんですけど、サーラこんだけ魚体が大きいのこのスピードってね本当にすごいですね。松岡さんかな。はい、じゃあ次は僕の番ですね。4回目です。上等じゃないですか。ちょっとここ残ってるけどいや、いいんじゃないですか。綺麗ですよ。成長しました。もういい。半分はいい。半分下手くせえから一応言っとこうかどうも。いいか、めっちゃ失敗した。なんでこっちの方が難しいのかっていう。ミスター。いいんじゃない。上等ですね。大丈夫大丈夫。さすがです。じゃあ松原お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。で、切り身がこれ1個と冷蔵庫にもう1個もう2個で3個4個ちゃう、全部で5個6個できました。ものすごい量。一番の衝撃がこれですね。はい、ごっついですよ。白子の量が半端ない。これほとんど白子です。卵もね1割ぐらい混じってますけど、ほとんどオスでした今回。じゃあ松岡さん、白子だけ作るにちょっと白子いただいてもいいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。お使いくださじゃあ何個か白子いただきます。うまそう。じゃあ松岡さん、ありがとうございました。い。いえ、こちらこそ。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで帰ってきました。さすがに寝ずに4時間ぶっ通して魚さばくのはちょっときつかったですけれども、いいお土産もらいました。こちら大量の白子ですね。溢れてる。めちゃくちゃ綺麗でうまそうな白子ですね。
で今日はですねこの白子や元井卵巣や金玉を使ってね白子酒というものを作りたいと思います。まあもともととろふくとかで作るもんなんですけど、多分これでもできるでしょうということでちょっとね飲んで寝たいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまず白子を観察していきましょう。白子にはね、僕の天敵アニサキスが潜みがちなので、しっかりと6、70度の、60度か70度か忘れたけど、それであれしてください。加熱してください。で表面はなんかちょっとだけ血管が血走ってて、裏面はこういう膜がね、あるんで、これ気になる人は取ってもいいと思う。あ、爪切ったな。ごめんなさい。あ、避けちゃった。でまあ軽く白子を洗ってでまな板へ、ほんで小さく切っていきます。よし、これぐらいでいっか。そしたらこちらのざるにですね白子を投入してでスプーンかヘラでこしていきます。結構硬な、まあでもこせますね。こうやって網に押し付けるようにこしていく。そうすると白いもんがいっぱい出てきます。白いもんがね、白濁の。である程度こせました。はい、出とる。おお、やっ飛び散る。よし、はい、ちょっと飛び散りましたがこれで OK で、次に鍋を用意して、こちら日本酒を入れます。で火にかけて沸騰直前までねぬくめます。沸騰するとアルコール飛ぶから飛ばさないようにしましょう。で沸騰前になったらこちらの白子を加えます。まあ量は好みですね。僕はアニサキスが怖いんで結構高めの温度でいきます。どれぐらい入れたらいいのか全部入れちゃえ。よし、でちょっと塩入れて、でこのかき混ぜるやつでかき混ぜてふわふわにします。まあいろんなやり方があるみたいです。ふわふわにするのと白子の感じを残すやつとか、今回はふわふわパターンでいきましょう。よし、これで OK。 そしたらこいつをこちらの急須の中へ投入で蓋を閉める。で視聴者さんからいただいた可愛らしいおチョコをついで、はい、というわけで完成しました。浜湯特製サーラの白子の白子酒ですね。それじゃあ宴を始めようか。嘘だよ。はい、というわけで今日はクソ眠いのでこちらから失礼します。いただきます。はい、それじゃあ白子酒を注いでミスった。どんなもんじゃろう。はい、じゃあ皆さん乾杯。匂いは別に生臭くないですね。なんか苦いな。作り方ミスったかな結論なんか苦いです。ちょっとね白子が多すぎた可能性あるんでちょっと日本酒足します。あー、なるほどね。どう言えばいいんだろうな。僕は好きじゃない。ただこれはサーラの白子だからかもしれないし、わからない。あとサーラの白子ってね、胆の苦くなる部分がこう長細くなってて、冷蔵庫に入れておくとその胆のが白子に絶対つくんですよね。胆のの色というか色素、それから苦味が移るんで、その苦味がちょっとこっちに出てる可能性もあるので、胆ののとこ切り取った部分でやったらできるかもな。わからん。そんな感じでごちそうさまでした。当然お酒を捨てるという選択肢はないので、お酒を足して苦味を薄めて僕はいただきます。苦くはないけど俺は好きにはなれんかもな。はい、というわけで皆さんまずはご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。サーラ漁に続き松岡さんのところでのさばき、それからサーラの白子酒、何が悪かったのか分かりませんが、残念ながらね僕の口には、合わなかった。ここは正直にお伝えする正直 YouTuber なんですけれども、生臭くもなかったんでぜひちょっと試してみたいなって思う方は試してみてください。殿下のほうとう好きな人は好きだと思います。ただね白子は本当僕的には天ぷらとか白子ポン酢とかの方が美味しいなとは思う。それだけの話です。またお会いしましょう。See you next time. Bye bye.
というわけで改めて完成。いや、やっぱり俺は天ぷらかな。いつものヘビーユーザーにつけて、うわうまほがやべえ。やっぱ僕は天ぷら派でな。塩もうまいんよな。うわふわとろ、マジ最高。というわけで、あとはゆるりと本日もご視聴ありがとうございました。